皆さんこんにちは。内科皮膚科医の友利新です。今日は皆さんヒルドイドについて誤解していませんかという動画になります。ヒルドイド、皆さん知っての通り病院でね処方するお薬です。でこれどういったものかというと、ものがこれなんですけれども、このピンクのチューブのもの、ヒルドイドって名前分かんなくてもこれ分かる、見たことある、皮膚のね炎症が起こった時とか皮膚炎あった時にお医者さんからもらったっていう人も多いと思うんですよね。で実はこのヒルドイド、今すごく社会問題になっているんです。で実はこのヒルドイドっていうのはすごく保湿能力が高いんですね。でその保湿能力っていうものの元というかがここに入っている、ここにもね書いてありますけれども、ヒルドイドソフト軟膏 0.3% って書いてありますよね。でこれ何が 0.3% かっていうとですね、ヘパリン様類似物質と呼ばれるすごく強い保湿成分が入っています。で保湿成分っていうと、私前回ね化粧水はいるかいらないかっていう動画を撮った時に、保湿剤にはモイスチャライザーっていうものとエモリエントっていうもの2種類あるよっていうお話をしたと思います。でモイスチャライザーっていうのは水分を維持する能力、そうです、水分を抱え込む能力ですね。なんですがエモリエントっていうのは膜を張って水分の、皮膚の内側の水分が蒸発するのを抑えるものになります。で今回このヒルドイドに入っているヘパリン様類似物質っていうのは、このエモリエントですね、水分を維持する能力が高い物質の一つになります。でもう一つですね、このヘパリン様類似物質っていうのは実はその水分を維持するだけじゃなくて血行促進っていう効果もあるので、実は湿疹だけじゃなくて血栓性の静脈炎って言って血流が悪くなることによって皮膚に炎症を起こすっていうこともあるんですね。そういった時にも使うお薬、要は血流を良くしてくれますから、血流が悪いことで起こる皮膚炎というものにもこちらは効くということで、なので2つ働きがあります。1つが水分をすごく皮膚に引き込んで、要は抱っこしてじゃないですけどギュッと握って水分を逃がさないっていう水分保持能力で、もう一つは血行促進効果っていうものがあります。この2つがあることによってどういったものに適用するかというとですね、いっぱいあるんですね。まずは血栓性の静脈炎っていうもの、さっき言ったね血行障害によるもので、血行障害に基づく疼痛と炎症性の疾患、あとは凍傷、非行性斑痕で、あとは皮脂欠乏症、あとは血腫、腱鞘炎、筋肉痛、関節炎、いろいろなものに効きますよっていうものが効果効能としてあります。でこれはあくまでもお薬ですから、ヒルドイドの軟膏っていうものなので、要はヘパリン様類似物質が 0.3% 入ってますよっていうものになります。で何がじゃあこれ先生社会問題なのっていうとですね、実はこのヘパリン様類似物質が入っているヒルドイドが、血行を促進したり、その水分保持能力がすごく高いので、治療目的じゃなくて美容目的でこれを処方してくださいっていう人が増えたっていうことなんですね。でこれきっかけは何か SNS だったらしいんですよ。でこの、要は保険でもらえるねすごくお安いお薬が、実はいろんな高い、もう例えば1万円とか2万円するようなクリームよりも美容効果が高いから、皆さんスキンケアはこれ1本でいいですよみたいなことを発信した方がいらっしゃるみたいで、それでもちろんそんなこと言われたら、確かにこのヒルドイドって湿疹ができた時とかすっごく極度な乾燥の時に塗ると良くなるから、じゃあこれをスキンケアで使えばいいんだっていう人がですねわーっと増えて、なんと2014年から2015年にわーっとこの処方が増えて、でそれが60億円の医療費になったんですよ。で60億円っていうとどれぐらいかっていうと、全体の医療費のなんとですよ、このヒルドイドだけ、保湿剤ですよ、保湿剤だけで全体の医療費の 0.4% を占めちゃったわけですよ。これって皆さんね、自分は安くで買えたからラッキーではなくて、医療費というのは私たち国民が払っている、要は、税金とまでは言わないですけど、要は私たち国民のお金なんですね。これが本当だったら病気の人に使われるものが美容の目的で使われているっていうのはすごく問題視をされて、一時期このヒルドイド自体が保険適用から外れるんじゃないかっていうようなことが厚生労働省の中で検討されました。なんですが、これ
ものすごく困る人たちがいるんですよ。それは本当に極度のアトピーの方だったりとか、あとは湿疹を持っている方っていうのにはこのお薬がないと本当に治療ができない人もいる。なのでやっぱり製薬会社の方っていうのがいろいろ交渉して、今でももちろんこれは保険適用になっています。じゃあなんでその美容と医療を分けなきゃいけないのって、だって別にいいじゃん、綺麗になるなら別に医療費を圧迫したって私関係ないわって言ってる方、それが問題なんですよ。皆さんね、このヒルドイドってすごく高い美容液だったりとかクリームよりもいいって言いますけれども、そこに大きな誤解があります。まずヒルドイド、さっき言ったみたいにヘパリン溶類似物質、確かに水分の保持能力はすごく高いです。なので保湿剤としてはもう本当にもう1、2を争うほどだと私も思っていますし、安全性も高いものになります。なんですけれども、じゃあ先生はヒルドイド顔に塗りますかって言われたら、私はヒルドイドのこの軟膏は顔に塗りません。よっぽどね、本当に当直先で何にも顔を洗った後に塗るものがないよって思った時には塗るかもしれないですけども、私持ってますけれども、これは子供が湿疹ができた時にっていうものであるもので、別に私が美容目的で使っているわけではありません。でなぜかというと、ぶっちゃけて言うとヒルドイドって水分を保持する能力と血行促進なので、要は、保湿なんですよ。オンリー保湿です。なので例えば美容クリームってあるじゃないですか。それは例えば美白だったりとか、あとはたるみ予防だったりとか、いろんな美容成分入ってるんですね。なんですけれども、結局このヒルドイドっていうのは保湿、要は治療薬なので美容効果っていうものではなくて、あくまでも皮膚を乾燥を防ぐっていうものになります。でなのでこれね、塗ると分かると思うんですけど、これ出しますね。これが薬としてのヒルドイドになります。で見てください、結構白く残りますよね。わかりますか？で別にこれって別に私がわざとなわけじゃなくて、化粧水品として作ってるわけじゃないので、結構伸ばしたりとかしないと白く浮いたり、あとね、わかります？結構ねベタベタする。これは何かっていうと、別に化粧品じゃないのでテクスチャー、要は使い心地とかを考えてるわけじゃないんですね。いわゆるもう薬なので多少ベタベタしててもいいでしょうとか、あとは多少ちょっと使い勝手が悪くてもお薬なのでねいいですよねっていうものになるので、あくまでも毎日使うスキンケアっていうものではありません。でもう一つ、テクスチャーはあまり良くないということで、もう一つはあくまでも保湿だけなので、もちろんね若い頃は保湿だけでもいいかもしれないですけども、やっぱり炎症を抑えたりとか、あとは美白の効果があったりとか、あとは何かたるみの予防があったりっていうもっといい化粧品は確かにいっぱいあるんですよ。なんですけども誤解、もうこれがどんな化粧品よりも一番いいっていうのが皆さん誤解してると私は思ってるんですね。でただやっぱりこれしか使えない人もいるんですよ。さっき言った美白目的だったりとか抗炎症作用っていうものの成分すらも本当に刺激になってしまうっていう人はもうテクスチャーとかなんとかっていうものではないので、そうなるとやっぱりこれしか使えない人にはお薬として出さなきゃいけないんですよ。だからそういう人の邪魔をしないでほしいっていうふうにずっと私は思ってたんですね。なので私はヒルドイドを美容目的で使うっていうのは本当違うんじゃないかな、間違ってるんじゃないかなっていつも思っています。でもじゃあ治療が終わってね、ヒルドイドで炎症も収まって、ある程度病気として疾患としての皮膚炎が終わった後に、じゃあ何を先生使ったらいいですかっていう時にすごく困ってたっていうのも一つです。なぜかっていうとやっぱり、治療目的なのでヒルドイドっていうのはこれ以上保険では出せない。もうだって医療としての皮脂欠乏症っていうかその炎症は終わっている。なのでスキンケアレベルで保湿をしてくださいねっていう時に、同じようなこのヘパリン溶類似物質が安全な量だけ入っていて、で使い心地もよくって、で本当に美白とかそういうのには今日は別でプラスをすればいいから、本当に安全に使えるものができればいいなって思っていたら、皆さん朗報でございます。実はねできたんですよ。それがこちら、すごいじゃ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 ん、コーセーさんとこのヒルドイドの、処方薬を作っているマルホさんっていう製薬会社がタッグを組んで、コーセーマルホっ
ファーマーっていう会社さんができたんですね。そこからこのカルテヒルドイドっていうものが出たんです。でこれね、カルテヒルドイドのすごくいいなっていうのは、似てるでしょ完全に似せてきてますよね。なので例えば年配の方とかでもヒルドイドもらってて終わったよって言って、じゃあ次先生何使ったらいいっていう時に薬局に行って、同じようなものありますから買ってくださいっていうのもすごく言えるし、であとはですね、こっちお薬の方にはですね、ヘパリンオルージ物質っていうのが 0.3% 入っています。でね、実はこの 0.3% って少ないように聞こえるかもしれないですけど、まあまあ高濃度なんですね。なので実は私これを顔に塗るとちょっと赤くなります。それはかぶれてるんじゃなくて、血行が良くなるからちょっとパーッと顔が赤くなるんですよ。だから私顔にはあんまり塗りたくない。でたまにねやっぱり言われます。赤ちゃんとかに塗ってたらわーって赤くなったんですけどっていう方いらっしゃるので、やっぱり 0.3% も高濃度に入っているとちょっとそういう副作用も出やすいっていうこともあります。なんですが、このお化粧品タイプのカルテヒルドイドにはですね、実はこれ何%入ってるかっていうのは企業秘密らしくて公表されてないんですが、この 0.3% よりは低濃度になっています。でもう一つ、これの中にはですね、ヘパリンオルージ物質だけではなくてもっと保湿をする成分っていう、どちらかというと美容目的に保湿をしてくれるような成分も入っています。それが潤いバリア CPX と呼ばれるもので、この潤いバリア CPX っていうのはグリセリルグルコシドというですね、グリセリンとブドウ糖を結合して作るような、これもすごく保湿効果の高いものになります。これプラス、セラミド、これはですねフィトセラミドじゃなくて人工に作った疑似セラミドにはなるんですが、そのセラミドの類似ポリマーでプラスアルファ、あとはアミノ酸もですね、皮膚のバリア機能を向上させたりすることにすごく必要ですから、そのアミノ酸、あとはグリセリン、スクワランというような、もう本当に保湿っていうものをギュッと凝縮したようなオリジナルの潤いバリア CPX っていう成分も入っています。なのでヘパリン用類似物質プラスさっきの独自成分がしっかりタッグを組んで、保湿というものに特化した化粧水、乳液、あとはクリームという3タイプになります。でもう一つはですね、これすごくいいなと思ったのが、この3つですね、抗炎症作用であるグリチルリジン酸ジカリウムというものも入っています。ですからちょっとした炎症もグリチルリジン酸ジカリウムでしっかりと炎症を抑えてくれるという効果もあります。でね、なんといってもやっぱりコーセーって化粧品会社なんですよ。でね、コーセーさんって乳化の技術にすごく長けてるなって私はいつも思っていて、やっぱり化粧品って使い続けなきゃいけないので、要は水と油ですよ。それをしっかり混ぜて、さっきの薬みたいに、これね薬今でもベタベタしてるんですよ、塗ったところがちょっと。なのでちょっとタオルで拭きたいなっていうぐらいちょっとベタベタしてるんですが、じゃあこの同じようなこれクリーム、さっきのお化粧品と同じようなクリームだと思うんですが、よいしょ、同じぐらいだけ、もうねのせた感じのテクスチャーがもう全然違います。で、はい、スーッと馴染んでいく。でもうねベタベタしないんですよ。だからやっぱり使い心地を良くするっていうこともすごく考えられているなと思います。で、私試しにこっち半分塗ってみて、ヒルドイドの、軟膏の方でこっち半分をこのクリームタイプっていうのをやってみたんですが、やっぱりこうちょっとお薬の方はちょっと赤みが出たんですが、こっちは全然ないし、こうベタつき度が全然違いました。なので使っていてもお薬の方だとなんかちょっとベタベタして、やっぱお薬塗ってるなっていう感じ。もちろん保湿の効果は高いですよ。だけどなんとなく毎日使うのにはちょっとトゥーマッチだなというか、やっぱりその上にお化粧したりとかするのはちょっとしづらいなっていうのがあったんですが、このカルテヒルドイドっていうお化粧品の方になるとしっかりと保湿はするんだけれどもベトつきとかもないし、次の、お化粧という、メイクですねにも損傷ないので、とても使いやすいものかなと思います。もう一つカルテヒルドイドのすごいところはですね、実はヘパリン用類似物質ってすごくいっぱい種類があるというか、ヘパリン用類似物質が入っているお化粧品ってこの新しく出たこのヒルドイドだけではなく、薬局に行くとねいっぱい並んでます。
なので別にあえてこのヒルドイド発売される必要なくないって思ってると思うんですが、まず1つ目はさっき言った医療費をすごく圧迫しているっていうことなので、そういったものと除外するために。でもう一つのこのなぜヒルドイドなのかっていうのは、実はこのヒルドイドの治療薬を作っているマルホ酸がですね持っているヘパリン様類似物質っていうのはマルホ酸独自のヘパリン様類似物質なんですよ。これね難しいかもしれないんですが、よく言うじゃないですか、私が同じ例えばグリセリンにしても、例えば同じワセリンにしても生成能力が高い低いっていう番手みたいなものがあるし、それと同じようにこのヒルドイドに入っているヘパリン様類似物質っていうのは他の他社さんが使えないヘパリン様類似物質になるんです。だからこそじゃあヒルドイド終わった後に他のヘパリン様類似物質でもいいじゃないっていうこともあるんですが、やっぱり、ヒルドイドと同じような効果というかヒルドイドが安心して使えたので安心して使いたいっていうような人、そしてやっぱりねマルホ酸のねヘパリン様類似物質っていうのはねやっぱりねいいんですよ。だからそれをスキンケアで使いたいなと思うんだったら、そのマルホ酸のヘパリン様類似物質が入っているこのカルテヒルドイドっていうのを使った方がいいんじゃないかなと思います。まとめると、ヒルドイドっていうのは保険で買える美容クリームではありません。そう保湿剤です。保湿をするだけなのであくまでもこれは患者さんに向けて医師の処方箋がないと買えません。なので日々のスキンケアをする、保湿だけじゃなくて炎症だったりとか、あとはテクスチャー使いやすさっていう毎日のスキンケアにはこちらのカルテヒルドイドというシリーズのものを使いましょう。そうすることで、使い心地もいいですし、あとはお薬の方は高濃度なのでたまに赤みが出たりする方もいますが、これはスキンケアで高濃度ではないんですね。何%入ってるかっていうのはちょっと企業秘密らしいので公表されてないですけれども、赤みが出たりとかそういったものはないような感じになっているそうです。プラス潤いバリア CPX と呼ばれるこのコーセイマルフォファーマさんの独自の保湿成分もしっかり入っていますので、より保湿効果の高い化粧品として安心して使える製品になると思います。なのでね、皆さんねスキンケアと治療をごっちゃにしないようにしてください。あくまでもこれを必要としている患者さんがいるっていうこと、そして毎日のスキンケアっていうのはやっぱり使い心地だったり、その使い続けられる安全性っていうこともすごく大事ですから、そういった観点でぜひ見てみてください。で、私は本当にね、だからこれ実はマルホさんの製薬会社の方からこれ出るんですよって聞いた時すごく嬉しかったし、あとはコーセイさんからも実はマルホさんとヘパリン様類似物質で化粧品を作ることができたんですよって、両方からすごく嬉しいっていうお声を聞いたので、現場の医師としても嬉しいし、あとは化粧品が好きな一人の女性としてもとっても嬉しいニュースでした。いかがでしたか？今回はね、本当に私もね、実はサムネイルではね、ヒルドイド問題っていう風に、ヒルドイドのなんか真実みたいなね、ちょっとなんか怖い感じに書きましたけど、私自身はヒルドイド好きです。ただ医療目的として本当に使っていますから、そういった誤解がないようにっていう思いを込めて、ああいうそのサムネイルにしました。皆さんしっかりとヒルドイドの真実を知って安心してカルテヒルドイドを使ってみてください。このようにこのチャンネルでは美容や健康について皆さんに分かりやすく話していますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。ちょっとね、鼻がかゆかった。すいません。